皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。アフターエフェクツ基礎編の卒業課題パート7ということで、今回はカット7と最後のカットを作成します。カット7では前回 CC パーティクルワールドで作成した立方体が浮遊する背景を流用しつつ、上下に波打つ帯を作成し、画面中央に最後のテキストを表示させます。カット8は最後のカットで、タイトルとなるロゴを表示させて映像を締めくくります。では早速作っていきましょう。C07 のコンポジションを開きましょう。まずは背景を作成します。コントロール Y で新規平面を作成しましょう。色はお好みですが、中央に配置する文字が見えやすくなるよう色を選んでみましょう。背景が作成できたら、立方体のパーティクルを用意しましょう。前回作成したものを流用します。C06 のコンポジションに移動します。パーティクルレイヤーを選択して、コントロール C でコピーしておきます。再度 C07 のコンポに戻り、コントロール V で貼り付けましょう。では、エフェクトコントロールで見た目を調整していきます。まず、バースレートを 0.1 として、立方体の数を調整しておきます。発生した立方体はできるだけ途中で消えてほしくないので、ロンジェビティを20にしてパーティクルの寿命を長くしておきましょう。次は発生したパーティクルの動きを調整します。フィジックスの項目を見ていきましょう。発生した立方体はゆっくりとした速度で動かしたいので、ベロシティを 0.25 と低い値にしておきます。次にパーティクルの色を整えて、奥行き感を演出します。エクストラを展開してその中にあるデプス Q を開きましょう。この項目はフォグの調整となり、遠くにあるものほど霞んで見えるような見た目を作ることができます。タイプをフォグに変更します。次にフォグカラーを変更しましょう。遠くにあるものほど背景色に溶け込んでいくようなイメージにしたいので、フォグカラーを背景の色に変更します。最後にディスタンスでフォグの効果が出始める距離を設定してあげます。値をドラッグして見え方を確認してみましょう。値が低いほどフォグが近くなり、手前にある立方体も背景に溶け込んでいきます。いい値を探って調整してみてください。私は4としておきます。これでパーティクルの編集は終わりです。速度を落としたことでパーティクルが画面全体に表示されていないので、レイヤーをドラッグして再生開始タイミングを変更しておいてください。一度再生してみましょう。これで背景に浮遊するパーティクルが完成しました。続きを作っていきます。このカットで登場させるテキストを作成しましょう。アニメーションは画面右から中央に移動してくる動きになっています。勢いよく移動してきた感じを強めるために、停止する位置よりも少しはみ出して元に戻るといったオーバーシュートと呼ばれる動きも加えてみましょう。シンプルな動きなのでテキストアニメーターを使用して作れます。では横書き文字ツールに切り替えてテキストを作成しましょう。今回のカットのテキストは基礎を学んでスタートラインへとなっています。開業ごとにテキストレイヤーを分けて作成しておきます。1行目のテキストにアニメーターを追加し、アニメーションをつけていきます。テキストアニメーターについては過去に詳しく解説しているので、項目についての詳細は省きます。テキストレイヤーを展開し、アニメーターから位置を追加します。続けて追加からスケールと回転をそれぞれ追加しておきます。アニメーターで追加された位置の X 軸を動かしてテキストが見えなくなるように画面右の外側へ移動させましょう。スケールを 0% にし、回転は85としておきます。範囲セレクターを展開し、コードも設定しておきましょう。シェイプを上傾斜に変更し、イーズ低くを 40% にします。範囲セレクターにあるオフセットにキーフレームを打ち、アニメーションさせます。オフセットをマイナス100にして、コンポジション先頭のフレームでキーを打ちます。25フレーム時間を進めて 100% に変更し、アニメーションをつけておきます。時間を動かして確認してみます。初期設定のままだとテキストの底辺を起点として回転やスケールが行われています。アニメーターで追加した位置のプロパティを選択してみてください。プロパティを選択するとテキストに設定されたアンカーポイントが表示されます。小さくて見にくいですが、
赤い×マークが文字ごとのアンカーポイントになります。こちらをテキストの中央に配置し直しましょう。テキストレイヤーの詳細オプションを開いてください。アンカーポイントの配置という項目からアンカーポイントを動かすことができます。Y 軸を動かしてアンカーポイントが文字の真ん中に来るように調整します。これで文字の中心を起点に回転やスケールが行われるようになりました。一度再生してみましょう。テキストが順番に画面右から現れるアニメーションができました。では勢い余って通り過ぎて戻ってくるオーバーシュートも加えてみましょう。アニメーター1を選択してコントロール D で複製します。複製されたアニメーター2を展開して編集していきましょう。まず不要な追加プロパティを削除します。跳ね返ってくる移動の動きだけでいいので、スケールと回転を削除して位置だけを残しておきます。位置の X 軸を50に変更しておきます。ここの数値は停止させたい位置からどれくらいはみ出してほしいかで変わってきます。値が高いほどはみ出す距離が長くなります。コードを開き、シェイプを下に傾斜に変更しておきましょう。イーズ高くを 70% とし、イーズ低くは 30% にし緩急をつけておきます。ここは実際に再生してみながらいい動きを探って数値を設定してみてください。複製して作成したので現状だと同じアニメーションタイミングとなっています。キーフレームをずらしておきます。アニメーター2のキーフレームの方が跳ね返ってくる動きなので、アニメーター2のキーフレームを2つとも選択し、10フレーム前に進めておきます。キーフレームを10フレーム進めるのは、シフト、オルト、右の矢印キーです。では一旦再生してみましょう。これで動きは完成しました。1点だけ問題があります。アニメーターを使用してオーバーシュートの動きをつけたことにより、最初に配置したテキストの位置がずれています。アニメーター1と2を両方とも非表示にして確認してみましょう。元々の配置していた場所からずれていることがわかります。これはアニメーター2の位置に入力した50の値分だけ移動しているということです。こちらを直しておきましょう。修正方法はいくつかあります。単純にテキストレイヤーをずれた分動かすだけでも OK ですが、アニメーターをもう一つ使用してずれた分の値を相殺しておきましょう。アニメーターから位置を選択しましょう。新しくできたアニメーター3を開き、位置の X 軸にマイナス50と入力します。ここの数値はアニメーター2の位置に入力した数値とは真逆の数値を入力します。反転した数値を入れることで、アニメーター2で動かした分を相殺しているということです。これで無事テキストアニメーションは完成です。アニメーターをコピーして2行目のテキストに貼り付けましょう。貼り付ける際は現在の時間に気をつけてください。現在の時間インジケーターの場所を起点にキーフレームはコピーされてしまうので、ホームキーを押して開始フレームに合わせてから貼り付けるようにしましょう。テキストの再生タイミングをずらしておきましょう。私は2行目のテキストを5フレームほど前に進めておきます。一度再生してみましょう。では次にテキストの動きに少し遅れてついてくる色違いのテキストも用意してみます。テキストレイヤーを2つとも選択して、コントロール D を C 複製します。複製した方ではなく、オリジナルのテキストレイヤーの色を変更します。色が変更できたら、再生時間を3フレームほど前に進めておきます。再生してみましょう。これでテキストアニメーションは完成です。では続きを作っていきましょう。次は画面上下にある波打つシェイプを作成します。これは画面を装飾しつつ、上下に帯を作成することで、画面中央にあるテキストに目が行くようにするといった意図で作成します。シェイプレイヤーの線の中にある波という項目を使用して作成していきます。波については以前にも解説動画アップしています。今回はそこまで深く項目について解説はしないので、もし気になる点がありましたら、ぜひとも過去の動画をチェックしてみてください。ではまず G を押してペンツールに切り替えます。線だけが有効になっていることを確認しましょう。色も選んでおきましょう。私は全体的にピンク色になるよう調整します。では画面下の方で画面横切るように線を引いておきます。画面から少しはみ出すくらいで OK です。線幅を調整します。特に値の指定はありませんが、ある程度線幅は太くしておきます。レイヤーの名前を WaveLine01 としておきます。
レイヤーを確認して線を展開しましょう。その中に波という項目があるので開いてください。では設定していきます。まず量の値を上げて線の形状を波打たせましょう。28% にしておきます。ここは好みに合わせて数値を調整してみてください。では次に単位をピクセルからサイクルに変更します。サイクルは線の支点から終点までにどれぐらい波打たせるかを数値でコントロールしやすい単位です。今回の場合はサイクルでもピクセルでも正直どちらでも構いませんが、波の数を数値で管理しやすく解説しやすいのでサイクルで進めていきます。では次にサイクルの項目です。ここでは波の数を決めることができます。例えば5とすると、線の支点から終点までに5つの波が現れます。線の支点から終点までの範囲でどれだけの波を発生させるかを決めることができます。今回は2とします。ここもお好みで調整してみてください。次にフェーズ。こちらは波をスライドさせるアニメーションに使用します。ではフェーズにキーを打ち動きをつけていきましょう。コンポジションの開始フレームでキーフレームを打ちます。次に30フレーム時間を進めます。カット始めは勢いが欲しいので、フェーズを1回転して波を早く動かします。左側の値を1としてください。次は50フレーム進めて、ゆっくりと波が動き続けるイメージで、右側の値を180にしておきましょう。このカットは、このフレームが最終フレームとなります。N を押して、ワークエリアの終点を設定しておきましょう。ワークエリア内で右クリックして、コンポジションをワークエリアにトリムを押してデュレーションを短くしておきます。では、グラフエディターを開いて、動きの緩急、イージングをつけていきましょう。イージングのイメージを見てみましょう。スムーズに画面を切り替えたいので、前のカットの速度を維持する必要があります。つまり、動き出しは速度が出ている状態です。その後減速して、そのまま惰性で一定の速度で動き続けるといったイメージで緩急をつけていきます。この動きは過去にも繰り返し行っているので、解説がなくても動きを制御できるという方は、ぜひ解説なしで挑戦してみてください。ではまだ動きの緩急をつけるのに不安な方は一緒にやっていきましょう。グラフは値グラフを使っていきます。グラフエディターを開き、画面下のオプションから値グラフに切り替えておきましょう。では、まずは動き出しです。速度が出ている状態を作るので、F9 を押してハンドルを表示しておきます。ハンドルを上方向に引っ張り角度をつけます。これで1フレームあたりの値の変動が大きいので、速度が出ていることになります。では次は2つ目と3つ目のキーフレームです。ここは一定の速度で動き続けていれば OK です。グラフを見ると、2つ目のキーフレームから3つ目のキーフレームまでまっすぐ綺麗な直線となっています。1フレームあたりの値の変動が一定です。つまり速度が一定ということになります。目指すべき動きはすでに完成していますので、編集する必要はありません。問題は2つ目のキーフレームの入る速度です。グラフを見ると、1つ目のキーフレームから伸びたグラフが2つ目のキーフレームで少し角度がついてグラフが滑らかではありません。グラフが滑らかじゃないということは、動きに格付けが生じていることを表します。少し極端にした例を見ます。左側のグラフだとこのような動きです。一定の速度に移る際に少し違和感があります。ベストなグラフは右側です。リニアの動きに移行する際に速度が合っているのでスムーズに動かし続けることができています。では編集してみましょう。2つ目のキーフレームを選択して、コントロール、シフト、K でキーフレーム速度を開きましょう。出る速度は動きとしてすでに完成されているので、出る速度をコピーして入る速度に貼り付けます。これで出る速度と入る速度を同じ速度にできました。次は入る速度の影響を調整しましょう。影響は減速の具合を調整できます。減速しつつリニアな動きにしないと動きが急激に変化するので違和感を生んでしまいます。スムーズにつなげるコツは速度を合わせることと減速させることです。では影響の値を 80% にします。OK を押して確認してみましょう。スムーズに動かすことはできたでしょうか？では次に行きましょう。ウェーブライン01のレイヤーを選択して、コントロール D で複製します。色を変更しておきましょう。最初に作った波よりも濃いピンクにしておきます。奥にあるものほど薄くかすれて見える空気遠近法やフォグのような効果をイメージすることで、
平面的な画面に奥行き感を演出します。空気遠近法は空気の影響で遠くにあるものほど空の色を帯びてくるイメージです。遠くのものほど青みがかって見えるのは空の色を含んでいるからですね。一番下の階層に置いている BG レイヤーを空と仮定すると、円形になるほど BG レイヤーの色に染まっていくイメージで配色してみてください。では、ウェーブライン02を編集していきましょう。まずは位置を変えておきます。ウェーブライン02のレイヤーを選択した状態で、矢印の下を押すことで下方向に移動が可能です。シフトをしながらだと大きく動かすことができます。ウェーブライン01よりも下になるように位置を調整してみてください。次にレイヤーを展開して波を調整しましょう。量を 50% にし、サイクルを 1.2 としておきます。次にフェーズを調整です。今編集中の波は手前にあると想定して作っています。なので、先ほど作った波よりも早く動かすことで、より遠近感の表現につながります。グラフエディターのトランスフォームボックスという機能を使って編集してみましょう。まず画面下のアイコンを確認しましょう。グラフの高さを自動ズームにチェックが入っている場合はオフにしておいてください。これはトランスフォームボックスでの編集をわかりやすくするためです。次にオプションとスナップのアイコンの間にあるこちらのアイコンをクリックして有効にしておきます。このアイコンがトランスフォームボックスのオンオフを切り替えるアイコンとなります。ではキーフレームをすべて選択します。キーフレームを選択するとボックスが表示されます。ボックスに表示された小さな正方形をドラッグするとグラフを変形することが可能になります。今の状態よりも高い値で動かしたいのでトランスフォームボックスの上部分を掴んで上にドラッグしましょう。再生して確認してみながら値をどこまで高くするか決めましょう。これで画面下の波が完成したので2つとも選択してコントロール D で複製し上の波も作っていきます。まずは位置を上側に持っていきましょう。波同士の位置関係も直しておきます。波の配置が終わったら波の動きを調整します。現状だと複製しただけなので同じ波の動きになっています。上下が同じ動きでも安定感があり悪くはないのですが、今回はばらつきを持たせてみたいと思います。では複製したレイヤーを2つ選択して U キーを押します。これでフェーズのプロパティが表示されました。グラフエディターを開いて両方フェーズを選択します。複数のプロパティを選択するときはコントロールを押しながらクリックしていきます。2つ選択できると2つのグラフを同時に編集することができます。この状態で全てのキーフレームを選択します。トランスフォームボックスは先ほど有効にしたままなので、ボックスが表示されていると思います。そのままボックスを掴んで、シフトをしながら上か下にずらしてあげましょう。すると値をオフセットすることができました。再生しながら上下でばらつきがある箇所を探ってみましょう。これで無事一通りアニメーションは終わりです。最後に次のカットにつながる演出を作ります。長方形ツールに切り替えましょう。塗りを有効にし、線を無効にします。塗りの色を変更しておきましょう。長方形ツールをダブルクリックしてシェイプを作成します。時間を60フレームに合わせてから、鍵括弧を押し、レイヤーの開始タイミングを調整しておきます。次に P を押し、1プロパティを表示させます。Y 値だけの編集なのと、値グラフで調整したいので、次元を分割しておきましょう。レイヤーの先頭で Y 値をマイナス540とし、画面上の外側へ移動させ見えないようにしておきます。次に10フレーム進めて、Y 値をマイナス360とします。再度10フレーム進めて、Y 値を0に変更しましょう。これでベースの動きができましたので、緩急をつけていきましょう。グラフエディターを開きます。動きのイメージは、途中で減速し停止するような動きからまた動き出すといった2段階でシャッターが閉まるイメージで作っていきます。最初のキーフレームは減速した状態で始めます。キーフレームを選択して、モーションツールズで出る速度の影響を高く設定しましょう。モーションツールズを導入していない方は、コントロール、シフト、K でキーフレーム速度を開き、出る速度の影響を調整してください。
次に2つ目のキーフレームを選択して、入る速度、出る速度とともに影響の値を高く設定しておきます。最後に3つ目のキーフレームは、速度が出ている状態を作ります。選択して F9 を押し、ハンドルを表示させましょう。ハンドルを掴んで傾け、1フレームあたりの値の変動が大きくなるように編集します。これで緩急をつけることができました。上部分はできたので下も作っていきましょう。エフェクトのミラーを適用します。反射角度を90度にします。最後のフレームを確認してみると、真ん中に隙間ができています。私が作った動画では直さずに完成させてしまったのですが、気になるので直しておきましょう。レイヤーを選択して最終フレームで下を押し、位置をずらしておきましょう。これで完成です。一度再生してみましょう。カット7が完成しました。残すところ最後のカットです。最後のカットはロゴが登場して徐々に縮小していくだけのカットです。一気に作ってしまいましょう。C08 のコンポジションを開きます。コントロール Y で背景レイヤーを作成します。ロゴが目立つように色は設定しましょう。では、プロジェクトパネルからロゴデータを持ってきます。S を押してスケールプロパティを表示させます。ロゴが手前から出てきて減速し、一定の速度で奥に進み続けるといったイメージで作成していきます。開始フレームでスケールを 120% にして、ロゴを大きく表示しておきます。12フレーム進めて 80% にし、80フレーム進めて 75% にします。この辺の数値はロゴの大きさなどでも変わってくると思いますので、確認しながら数値を設定してみてください。このカットは、このフレームが最終フレームとなります。N を押して、ワークエリアの終点を設定しておきましょう。ワークエリア内で右クリックして、コンポジションをワークエリアにトリムを押してデュレーションを短くしておきます。では動きに緩急をつけておきます。グラフを開きましょう。1つ目のキーフレームを選択し、F9 を押し、ハンドルを表示させます。速度が出ている状態を作ります。次に2つ目のキーフレームを選択し、コントロール、シフト、K でキーフレーム速度を表示させ、出る速度をコピーし、入る速度に貼り付けます。入る速度の影響を 80% にして OK をしましょう。再生してみましょう。カット8は完成です。これで全てのカットが作成できました。次回は仕上げにテクスチャーを作成し、作った映像を加工して、全体の雰囲気を変える作業を行います。いよいよ次が最後のパートとなります。非常に長く大変な作業となりましたが、ここまでご覧いただきありがとうございます。ラスト1回最後までお付き合いいただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。さようなら。